自分の体験した少し現実味のない話です。自分自身このことは今まで誰にもしたことがないし、これからも話すつもりはない。それにこの書き込み以降、僕が他人と話ができる状況にあるかすらも定かではない。少し不気味で長くなります。コメントに対する返事もできないです。時間がないので文章が変なところがあるかもしれません。結構前のことなので忘れていることもあり、会話や情景などところどころ思い出しの定かでないものが入りますが、話の流れは本当です。それにこんな非現実的な話を聞いても普通は信じられないと思います。無理に信じなくてもいいですし、話半分に見てくれて構いません。それでもいいという人は読んでください。これは大学3年生の春休みの話です。当時僕は大学進学で中国地方のある県で一人暮らしをしていました。大学に行ったことのある方ならわかると思いますが、大学生の春休みは非常に長く、僕は開始1週間ですでに時間を持て余していたのを覚えています。僕の学校の裏には少し小高い丘のような場所があり、そこはいくつもの企業が連なって建っている企業団地のような感じでした。先にも書いた通り時間の有り余っていた僕は、そこは道も広く景色もいいので、前から一度探索してみたいと思っていたこともあり、運動がてら行ってみることにしました。家を出たのは午後5時くらいだったと思いますが、正確な時間は覚えていません。実際そこに行ってみると、期待していた通り静かで景色も良い落ち着く場所でした。そんなこんなで雰囲気を楽しみながら自転車を走らせ、途中にあった石の風車を見たりしていました。そしていざ帰ろうとした時のことです。そこは丘になっているということで、その丘を横断するように登ってきた反対側にも道があります。来た道を帰るよりは道がわからなくても反対側から帰ろうと思い、反対側に行きました。その丘には主軸となる道の他に脇にそれる道がいくつもあります。本当はその脇道にそれるつもりはありませんでした。しかし一本の脇道から何と言っていいのかわからない違和感のようなものを感じたのです。なんだかぼやけているような、色で表すと紫です。前にも言った通り、本当は脇道にそれるつもりはなかったんです。しかしなんだかそちらに妙に惹かれた僕は、気がついたら脇道に向かって自転車のハンドルを切っていました。ここからがこの話の核の部分です。脇道にはぐれて普通に自転車で道を下っていきました。道を下っている間も自分の目の前の道は相変わらず紫色にぼやけていました。そして時間にして1分も経っていないと思います。坂道を下り終えた瞬間に紫色にぼやけていた視界はクリアになり、鮮明に目の前の景色が視界に飛び込んできました。そこには田んぼが広がっていて、向こうの方にわらぶき屋根の家が密集している場所と、その住宅地の中頃に少し高くなっている丘のような場所がありました。僕はこの時、なんだか面白そうな場所に出たなと思い、とりあえず田んぼの間のあぜ道を自転車で進んでいきました。この時はまだ、この先に行けばどこか大きな道に着き、それを西の方角に行けば知っている場所に出るだろうと考えていたのです。あぜ道を進んでいると、少し遠くに農作業をしているおばあさんが目に入りました。おばあさんもこちらに気づいたような素振りを見せると、わざわざこちらに向かって走ってきました。僕はこの時、何かあるのか、もしかしてあぜ道は田んぼの持ち主のものだから通っちゃ悪いのかなどと思い、自転車を降り、おばあさんを待ちました。おばあさんは僕のそばに来るなり挨拶をする。僕の声すら遮るほどすぐに、あんたこの辺で民家をじゃけど盗むのか。と言われました。僕は確かにこの村の民家に住んでいるわけじゃないですが、少なくとも同じ市内には住んでいるはずなので、いえ、ここの近くに住んでいますと答えました。そうするとおばあさんに、この村に住んどるんかどうか聞いとるんじゃ。と少し強めの声で言われました。僕はこの村には住んでないけど近くに住んでいること、
自転車を漕いでいたらここに着いたことを話しました。するとおばあさんは先ほどとは対照的な優しい声で、自分の家に来てぜひ晩飯を食べていけ。と僕を家に招待してくれました。しかし帰り道がよくわからない僕は、できるだけ明るいうちに行動したかったので、晩ご飯をお断りしました。おばあさんは結構しつこく誘ってきましたが、やがて諦めたのか、農作業の道具もそのままに走って民家のある方向に走っていきました。僕はおばあさんから解放されたので家に帰ろうと思い、すぐに自転車を漕ぎ始めました。今思えばおばあさんは終始そわそわしていた気がします。おばあさんと別れてしばらく自転車を走らせたのですが、この村は山に囲まれているようで、思っていた方角に村から抜ける道はありませんでした。そこであまり気は進まなかったのですが、来た道、つまりあの紫色にぼやけていた道を戻り、企業団地まで行ってから知っている道を帰ろうと思い引き返しました。坂の下にはすぐに着き、いざ坂を自転車で登り始めました。ここまでは良かったのです。しかし、来る時はすぐに着いたはずの道なのに、登れど登れど終わりが見えません。どれくらい登ったのかもわからない中、周りが暗くなり始め、時間を確認しようと僕は携帯電話を取り出しました。しかし、電源が切れているのか画面は暗いままでした。そこで電源をつけようにも電池が切れているのか、やはり画面は暗いままです。なんだか不気味に思った僕は、もしかしたら道を間違えてるのかもしれないし、このままでは埒が明かないと思い、もう一度坂を降りることにしました。しかし、さっきまであれほど登ってきたはずの坂道は、下り始めるとあっけないほどすぐに終わりました。ここで僕は初めて悪寒を感じました。もう周りは暗くなっていました。しかし、この時はまだ道が怖いと思うだけで、あのおばあさんのことは頭にありませんでした。今度は暗くて危ないので、自転車を押しながら再びあぜ道を進みました。しばらくすると僕の視界に無数の明かりと、それに照らされる人の姿が入りました。少し違和感のある光景ではありましたが、何かあるのだろうと思い、帰り道も聞きたい僕はそちらに向かっていきました。しばらく進むと確かに人が明かりを持って集まっていたのですが、その明かりは松明でした。21世紀に松明です。僕は異様な光景に飲まれてしまいました。そしてまだ十分な距離はあったのですが、よほど大きな声で話していたのでしょうか、村人たちの声が聞こえてきます。ですが会話内容は聞き取れませんでした。そして何か頭の中でこれはやばいという警告が鳴り、僕はあぜから降りて田んぼの脇に身を伏せました。その際自転車は田んぼの中に隠しました。ここで僕はまた異様なことに気がついたのです。今は春休みのはずです。しかし僕が身を伏している田んぼの脇です。その田んぼには稲が植えられていて大きく育っています。稲は通常夏に栽培するものであり、春の今は基本的になっていることはないはずなのです。終わらない坂道、時代遅れの松明、そして春に実っている稲、いよいよおかしいです。これは夢なのだろうか。しかし僕は今まで夢の中で、これは夢なのかなど考えたことがなかったので、おそらく現実であることは頭の中では分かっていたのだと思います。しばらくすると明かりはちりぢりに分かれていきました。ある明かりは東へ、またある光は西へ、住宅地にある丘のようなところを登っていったものもあります。そして当然ながらこちらの方向へ向かってくる明かりもありました。こんな大人数で周りが暗い中、わざわざ松明を持ち、特に集まって何をするわけでもなく、それぞれがちりぢりに別の場所へ分かれていく。何かを探しているのではないか。そしてこの不可思議な状況、あの道だけでなくこの村全体がおかしいのではないか。やたらとよそ者かどうかを尋ねてくるおばあさん、もしかして村人は僕を探しているのではないか。僕はすでにこの時村人の目的はほぼ推測できていました。
なぜ探されているのかは分かりませんが、僕は怖くなって隠れようという意識のもと、ゆっくりと水路に移動して濡れるのも構わず水路に突っ伏しました。そしてしばらくすると足音が近づいてきました。久しぶりの入り物だな。そうだな。でもこの時期に間に合って本当に良かった。とりあえず門に行ってみよう。入り口はそこしかない。もしそこにいなくてもどうせ狭い村だ。そのうち見つかるだろう。こんな会話をしながら足音は去っていきました。もうこの時点で僕は自分がお尋ね者だということを確信しました。門というのは入り口というので、多分あの坂のことでしょう。とりあえず僕は一時的に難を逃れることに成功しました。さて、結局どういう目的かはわからないにしろ、自分がお尋ね者だということは分かりました。ここからどうすべきでしょうか。村人の話によると、入り口は一つしかないようです。出口の話はしていませんでしたが、あの口ぶりからして村から出ることは想定してないのでしょう。ということは、出口はかなり分かりにくい場所なのかもしれません。とにかくこの不思議な状況下、僕は村から脱出しなければいけない。そのことだけは嫌がおうにも分かりました。もう山を突っ切ってでも村から出るため、フットワークを軽くするために自転車は田んぼに放置して、僕は身一つで田んぼの間をかがむようにしながら移動を開始しました。ここまで鮮明に記憶しているわけではありませんが、この時の僕はおおむねこのようなことを考えていたはずです。一周回って少し冷静になっていたのだと思います。それにこの時はまだどこでもいいからとりあえず山に行き、それを越えればこの村から出られるだろうという安易な考えを持っていたからかもしれません。前にも言った通り、僕は山を突っ切って村を出ることにしました。しかし思ったよりも村人の数が多く、安易に動くことはできなかったのです。むしろ逃げるどころか、少しずつこちらに近づいてくる村人たちにもう少しで見つかりそうです。もう限界に達した僕は立ち上がり、とにかく松明の明かりがない方に逃げました。それを見た村人たちは当然僕を追ってきました。何か投げていた気もしますが、そこまで気にする余裕はありませんでした。しかし暗い中、全く知らない道、大人数対一人、おまけに足場も悪いときて、そんな無謀な逃走が成功するわけがありません。僕はすぐに捕らえられ、全身を縛られ、目隠しと布製の猿ぐつわをされて連れて行かれました。抵抗もしましたが、袋叩きにされたのでおとなしくせざるを得ませんでした。どこかに連れて行かれる道中、村人たちはよかった。今年は俺らが出さないで済みそうだ。そうだな。去年はまあまあ、今年も出すことができる。これで〇〇様も満足だろう。などという会話をしていました。〇〇様というのはどうしても思い出すことができないのです。他のことは全て思い出したのに、そのことだけは無理でした。そんな会話を聞いている間に、僕はどこかよくわからない場所に投げ出され、村人たちはどこかに去っていきました。目隠しをされ、手足を縛られたままなのでよくわかりませんでしたが、懸命に調べたところ、どうも僕は四角くて狭い部屋に閉じ込められているようでした。そこから何日間かは分かりませんが、たまに水と少量の食べ物を与えられる時以外は、猿ぐつわなどをはめ刺され放置されるという期間が続きました。事態は急に動きました。それは食料を与えられ、いつものように猿ぐつわをはめ直され、村人が出て行った後のことでした。村人が出て行ってすぐに誰かが部屋の中に入ってきました。当初は何か忘れたのかとも思ったのですが、今まで決して取ることのなかった目隠しを取ってくれたことや、猿ぐつわを外す手が優しかったことから、この人は何か違う、優しいと思ったあの時の感覚は今でも鮮明に覚えています。体が自由になり目隠しも取れた僕は、しばらく目やにやらなんやらで目が開かないし、やっと開いても光が強すぎて目を開けるのがつらかったため、目を完全に開いて周りの光景を見るのにそれなりの時間がかかってしまいました。やっと目が開いたと思うと、そこには何か光る玉を持つ少年がいました。僕は
優しくされたとはいえ容易には人を信じられなくなっていたので、こいつを倒せば逃げられるかなどと考えていた気がします。しかし少年は大丈夫？と開口一番に水を差し出してくれました。今考えるとおかしいのですが、大丈夫に一言と水だけでなんだか安心しきってしまった僕はすぐに水を受け取ると全て飲み干しました。そしてお礼を言おうにも口にずっと猿ぐつわをはめられていたせいか、なんだか違和感があってちゃんと喋るのにもまた時間がかかりました。そしてしどろもどろながらも少年との会話をしたのです。少年はまず小屋の中をできるだけ音を立てず歩き回りながら話を聞いてくれと言ったんで、またしても歩きにくかったですが、ゆっくり歩きながら話を聞きました。少年によると、この村は僕たちの住んでいるところと少し違うこと。普段は僕たちの住んでいる場所とは何のつながりもないが、ごく稀につながることがあるらしく、その時迷い込んでしまう人が数年に一人現れること。そして今回はそれが僕であること。この村は外部とつながっていないので、元来た道を戻っても無駄だし、山を越えようとしても無駄であることを話してくれました。もう逃げる気力もないけど、この話には少々落胆したのを覚えています。なんだかちんぷんかんぷんな話ですが、僕は妙に納得していました。というか、あの坂道に始まり、これまでここに来て異常な体験を散々した僕は納得せざるを得ませんでした。そして少年はまた語り始めました。この村には〇〇様という神様がいて、それは村の中にある山に祀ってあるということ。1年に1回その〇〇様に生贄、おそらくこれが先ほどの煮えのことを差し出さなければ災いが村を襲うこと。実際に何度か差し出さず、大飢饉や病気が流行り、幾人もの命が失われたこと。そこでそれからは毎年生贄を差し出しているのだが、やはり村の中から生贄を出すのははばかられるので、今回のようによそ者が入ってきた時はすぐに捕まえ、牢屋に閉じ込め率先してその人を生贄にすること。僕はあと3日で生贄として差し出されるということが分かりました。この話を聞いた僕は生贄というのに全く実感が湧きませんでした。まあここまでの扱いを見る限り信じられない話ではないですが、もうどうにでもしてくれと投げやりになっていた気がします。そんな僕を見て少年は、でもまだ逃げられる。元の場所へ戻れる。と言いました。逃げられる、元の場所に戻れると聞いた僕は驚きました。先ほど外部とのつながりがないと言った以上、もう元に戻ることは不可能ではないかと思っていたからです。少年によると、少年は一時的にではあるが、来た道と元の世界をつなげることが少年には可能だそうです。そんなことができるのかと聞いたら、普通の人にはできない。それにみんな自分にそんなことができるとは知らないし、これが知れたら余計に被害者が増える。もし逃がしたのがバレたら僕が生贄にされる。と言っていました。話が終わるとすぐに少年は僕に、とにかく早く逃げて。と言い、ここからあの坂への大まかな道のりを教えてくれました。そして何も言えないまま少年にせかされるように小屋を出た僕は、あの坂に向かって歩き始めました。最後の逃走劇はあっけなく終わりました。誰一人として村人をこちらの視界に捉えることもなく、普通に歩いていたら坂に着き、普通に登っていったら知っている工業団地に出ました。そして家に帰って寝ました。次の日、朝起きた僕は立っている時間の長さに驚きました。自分の記憶では昨晩テレビを見て普通に寝たはずなのに、起きた時には全身が痛く、昨晩から1週間以上が経過していたのです。そして携帯には同じ部活の同級生からの大量の着信履歴とメールが残っていました。なぜこんなことになっているのか、僕には全く見当がつきませんでした。1週間以上寝ていたのかとも思いました。そして駐輪場に行き、自転車がなくなっているのに気づき、警察に被害届を出しました。もちろんあの田んぼに置いてきたのだから自転車が帰ってくるわけはありませんでしたが、
僕はあの村で起こったことを全て忘れていたのです。最近までは忘れたはずのこの記憶をなぜ数年経った今になって思い出したのかというと、僕を助けてくれた少年が夢に出てきたのです。暗闇にいる少年はずっとこちらを弱々しく見つめていました。その夢から覚めた僕は〇〇様を除いて全てのことを思い出したのです。あの村での恐ろしい事件を、そして僕の後輩があの工業団地の会社にデスクワークのバイトに行ったきり戻ってこなかったことも。僕は確信しました。あの後輩は生贄になったのだと。そして今になって少年が夢に出てくるのはどういうことでしょうか。少年の弱々しげな瞳、あの少年に何かあったのでしょうか。ですがなんとなくあの少年に何かあったのではないかと思います。そして今になって少年が夢に出てきたわけ、それは何か助けを求めているのではないかと感じるのです。僕は現在大学を卒業して同じく中国地方にある会社で働いています。そしてその会社に無理を言ってこの1週間休暇をもらいました。理由はあの村へもう一度行くためです。家に放浪の旅に出るという置き手紙を残してきたので、最悪いなくなっても納得はしてくれるでしょう。僕を助けてくれた少年が今度は僕からの助けを求めている気がしてならないのです。それに後輩がいなくなった時のみんなの不安げな表情、あれを思い出すと胸が苦しくなります。事実を知っていて見て見ぬふりはできません。そして今週の月曜日、九段の道へ行きました。ですがそこは普通の道でそんな村なんてありませんでした。僕はあの少年が僕を呼んでいるのだと思い、てっきりあの村への道が通じていると思っていたのです。そして今日の昼も空振りでした。少年の夢も見なくなり、あの村は実在するのかどうかさえ疑問に思っていた時です。今日の夕方、ビジネスホテルで寝ているとあの少年が再び夢に出てきたのです。そしてあの弱々しい眼差しでこちらを見ています。僕は今からもう一度あの道へ行ってきます。根拠はないけどなぜか今なら行けるという自信があります。僕一人が行って何かが変わるかはわからないですし、前回同様すぐ捉えられるかもしれません。運よく少年に会えたとしても、そこからどうすべきなのかもわかりませんが、初めはただちょっとした注意喚起のつもりだったのですが、予定よりはるかだらだらと長く、覚えているか怪しいところまで細かく書いてしまいました。気持ちは焦っていて早く行きたいのに、やはりまたあそこに行くのが少し怖いのかもしれません。だらだらと書いてしまい申し訳ないです。そもそも僕があの村について知っていることは少年との話で得たことだけなので、僕自身あの村のことはよくわかりません。話し言葉や大まかな流れも大体は合ってますが、細かいところは違うと思います。こんな普通なら信じられない上にダラダラした話を最後まで聞いていただきありがとうございました。僕はもう行きます。最後に一つ、僕の話を信じなくてもいいです。でもたとえ信じなかったとしても、この場所に心当たりがある人は絶対にそこへは行かないでください。間違っても脇道にそれるなんてことはしないでください。では